皆さんこんにちは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ニワトリです。ひよこ後輩です。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは入院です。入院。はい、病院に通う話は前にもしましたけど、泊まる話はまだでした。確かにそこは考えたことなかったです。その前に前回のおさらいです。お祝いとお悔やみのマナーの回でしたね。キーフレーズは気派心でした。金額より気持ちが大事という言い方です。私、あれから一度使いました。いいですね。使うと本当に自分のものになります。で、今日の話なんですけど、私少し前に入院したんです。大丈夫だったんですか？はい、もうすっかり元気です。ただ、驚いたことがありまして、何ですか？日本で生まれ育った私でも知らない言葉がたくさん出てきたんです。そうなんですか？例えば、お腹に管を入れて、溜まったものを外に出す処置があるんですね。はい。それを先生がドレーンと呼ぶんです。私、最初何のことか分かりませんでした。日本人でもわからないんですか？わからないです。入院の言葉って学校でも職場でも習いませんから。じゃあ外から来た人はもっと大変ですね。そうなんです。しかも入院は大抵急に決まります。準備する時間がないってことですか？はい。だから今日は言葉と手続きを先に知っておく回にします。それすごく助かります。一つだけ先に言っておきますね。今日は直し方の話はしません。あくまで言葉の回ということですね。その通りです。体のことは必ずお医者さんに聞いてください。まず入院が決まる場面からいきましょう。お願いします。私の場合は夜にお腹が痛くなって救急外来に行きました。救急が依頼。はい。夜間や休日に急な症状を見てもらう窓口です。普通の外来とは別なんですね。別です。それで検査をしたら先生にこう言われました。なんて？このまま入院になります。このまま。そう、このままです。家に帰らないという意味なんですよ。着替えも何も持ってないのに。そうなんです。だから入院は急に決まると覚えておいてください。はい。ちなみに入院になりますはとても自然な言い方です。入院しますじゃないんですか？どちらも言えます。ただ、病院側が決めた漢字を出すときはなりますです。なるほど。自分の意思じゃない感じ。そうです。そこがわかると聞いたときに慌てずに済みます。入院が決まるとまず紙を何枚も書きます。痛いのに書くんですか？書きます。一番大事なのが入院申込書です。入院申込書。長い。長いですよね。申し込むの名詞形が申し込みです。書類の名前ってだいたいこの形ですね。いい気づきです。申込書、同意書、診断書、全部この形です。書がつくと書類なんだ。その通り。それでこの申込書でつまずく人が多いんです。どこでですか？保証人の欄です。保証人。部屋を借りる時のあれですか？同じ言葉です。入院でもお金の支払いを保証する人を書く欄があります。家族がいない人はどうするんですか？いい質問です。まず病院に正直に相談してください。相談していいんですか？いいんです。病院にはそういう相談を受ける窓口があることが多いです。なんて言えばいいですか？保証人になってくれる人が近くにいないのですが、どうしたらいいですか？そのまま使えますね。使ってください。黙って空欄で出すよりずっと早く進みます。黙るのが一番良くないんですね。次はお金の話です。ここが一番知らないと損をします。入院って高いですよね。高いです。でも日本には
上限を決める仕組みがあります。上限。はい、1ヶ月に払う金額に上限があるんです。高額療養費と言います。高額療養費。高い額の療養の費用。そのまま読むと分かりやすいです。いくらまでになるんですか？そこは収入によって変わります。だから金額は覚えなくていいです。覚えなくていいんですか？はい、制度は見直されますし、今年の8月にも変わったばかりです。変わったんですか？変わりました。1年の上限も新しくできました。だから覚えるのは言葉だけでいいです。言葉さえ知っていれば窓口で聞けますもんね。そうなんです。そしてもう一つ大事なことがあります。何でしょう？この上限は先に手続きしておくと、窓口で払う分が最初から少なくなります。後で帰ってくるんじゃなくて、そこが違うんです。後で返す方法もありますが、最初から少ない方が楽ですよね。絶対そっちがいいです。その手続きに使う紙が限度額適用認定証です。長すぎませんか？長いです。でも切って読むと簡単です。限度額適用認定証。限度額を適用しますよという証明書。完璧です。これは加入している保険のところに申請します。会社の保険とか市役所とかですか？そうです。ただ、今はマイナンバーカードの保険証を使えば申請しなくていい場合が多いです。そうなんですか？病院側が確認できる仕組みなので、紙がいらないんです。窓口で同意するだけです。じゃあマイナ保険証を持っていれば安心ですね。大体は。ただし、収入が低い区分の方は今も申請が必要です。そこは例外なんですね。はい。迷ったら入院の窓口で限度額の手続きはいりますかと聞けば大丈夫です。部屋のことも聞いていいですか？どうぞ。ここも大事です。個室って高いんですよね。高いです。その追加のお金を差額、ベッド代と呼びます。差額ベッド代。差額は差の金額という意味です。普通の部屋との差ですね。これは保険が効かないんですか？効かないです。さっきの上限の外側になります。じゃあ全部自分で払うんですか？そうなります。だからここで覚えてほしいルールがあります。ルール。はい。差額、ベッド代は同意書に署名していなければ請求できないことになっています。署名していなければ払わなくていい。そういう決まりです。料金が書いてない紙もダメです。それ知らなかったら絶対サインしちゃいます。しちゃいますよね。痛い時に紙を全部読むのは無理ですから。じゃあどう言えばいいですか？これは差額、ベッド代がかかる部屋ですか？まずこれを聞いてください。かかる部屋ですか？はい。そしていくらかを必ず確認してから署名します。断ってもいいんですか？希望していないなら断って大丈夫です。大部屋を希望しますと伝えます。大部屋、大きい部屋。何人かで使う部屋のことです。これなら追加のお金はかかりません。ただ病院の都合で個室になることもありますよね。鋭いです。その場合は本人が希望したわけではありませんよね。はい。だから納得できないときはその場で聞いてください。黙って払わなくていいです。持ち物の話も聞きたいです。これがですね、意外と病院では教えてくれないんです。紙はもらえますよね。もらえます。でも書いてあるのはタオル、下着、箸、コップくらいです。足りないんですか？足りないです。実際に困ったものを3つ言いますね。お願いします。1つ目、イヤホンです。音楽用ですか？それもありますが、大部屋だとテレビに必要なんです。音を出せませんから。ああ、確かに。2つ目、長い充電ケーブルです。長いのがいるんですか？
いります。コンセントがベッドから遠いことがあって届かないんです。動けないからなおさらですね。そうなんです。3つ目が、これが一番おすすめなんですけど、S 字フックです。フック。はい。ベッドの柵に引っ掛けて袋をぶら下げます。棚がないので便利です。生活の知恵ですね。そしてこれは持ち物ではないんですけど、大事なことがあります。何ですか？パジャマは借りられる病院が多いです。借りられるんですか？ 1日いくらで借ります。洗濯しなくていいので、家族が来られない人には助かります。一人で入院する人にはいいですね。はい。ただこれも料金がかかるので、申し込むときに確認してください。予定して入院する場合もありますよね。あります。それを予定入院と言います。急な入院と何が違うんですか？準備ができます。その分、事前にやることも多いです。例えば、まず、術前検査があります。血を取ったり、レントゲンを取ったりします。血を取る。採血ですね。そうです。よく知っていますね。それから入院の説明を受けます。そこで持ち物も教えてもらえるんですか？教えてもらえます。ここで必ず聞いてほしいことがあります。何ですか？今飲んでいる薬がありますと伝えることです。自分から言うんですね。はい。国の外から持ってきた薬も必ず見せてください。言いにくくてもですか？言いにくくてもです。これは安全に関わることなので遠慮はいりません。お財布とかはどうするんですか？これがですね、悩ましいところです。部屋に置いておくんですか？ベッドのそばに鍵のかかる引き出しがあることが多いです。それは安心ですね。ただし大きなお金は持ち込まない方がいいです。会計はどうするんですか？退院の日に払うので、その日に持ってきてもらえば大丈夫です。スマホは使えますか？使えます。ただ通話は決まった場所でという病院が多いです。部屋では話しちゃダメなんですね。ダメというよりみんな休んでいますから、廊下や談話室で話します。談話室、話をする部屋。その通りです。テレビがあってみんな集まっています。日本語が不安な人はどうすればいいですか？大事な質問ですね。まず我慢しないことです。またその言葉ですね。今日の一番大事な言葉かもしれません。具体的には何て言えばいいですか？ゆっくり話していただけますか？まずこれです。ゆっくり話していただけますか？それでも難しかったら紙に書いていただけますかです。書いてもらえると後で調べられますね。そこが大きいです。音は消えますが字は残りますから。病院に外国語の紙はあるんですか？用意しているところが増えています。問診票が何か国語もある病院もあります。聞いてみる価値はありますね。あります。外国語の用紙はありますかで通じます。覚えておきます。予定入院なら前の日にやることがあります。例えば、爪を短く切ります。つまべ。はい、色も落とします。そうなんですか？指先で体の状態を見るので色があると分かりにくいんです。なるほど。あとはアクセサリーを外します。全部ですか？全部です。指輪も来れないときは、先に言ってください。方法を考えてくれます。ここでも先に言うですね。今日はこればっかりですね。でも覚えました。それが一番です。あとはよく寝てください。眠れますかね？眠れないです。私も眠れませんでした。やっぱり。それでいいんです。みんなそうですから。毎
会社にはどう伝えたんですか？これがまた急でしたから電話で連絡しました。なんていうのが自然ですか？まず、急で申し訳ないのですがと起きます。急で申し訳ないのですが、その後に、本日から入院することになりましたと続けます。また、なりましたですね。よく気づきましたね。自分で決めたことではないという形です。この形、便利ですね。便利です。それから休む期間を伝えます。でも最初はわからないですよね。わからないです。その時は1週間ほどの見込みですと言います。見込み、予想、見通しという意味です。仕事でとてもよく使います。はっきり言えないときに使えるんですね。そうです。分かり次第改めてご連絡します。とつけると丁寧です。わかり次第、これも便利な形です。連絡が取れ次第、届き次第と応用できます。覚えます。あとこれは意外と大事なんですけど、痛みの説明は短くて大丈夫です。詳しく言わなくていいんですか？いいんです。会社が知りたいのはいつまで休むかですから。そこだけ伝えれば失礼じゃないんですね。失礼じゃないです。体のことは話したい分だけで大丈夫です。さて、ここからは病棟の生活です。病棟、入院している人が過ごす建物や階のことです。外来とは別の場所です。そこで何日も過ごすんですね。はい、まず覚えるのがナースコールです。ボタンですよね。そうです。押すと看護師さんが来てくれます。でも押すの気が引けませんか？引けます。私も最初遠慮していました。やっぱりでも看護師さんに言われました。我慢しないで押してくださいって。我慢しないで。この言葉、入院中に何回も聞きます。日本では大事な合図です。我慢が美徳だと思ってました。普段はそう見えますよね。でも病院では逆です。伝えないと治療が遅れます。それは大事ですね。それから朝と夕方に必ず来るのが検温です。検温、熱を測るんですね。そうです。体温と血圧を測って記録します。毎日ですか？毎日です。だから朝は早いです。6時頃に始まる病院もあります。点滴もありますよね。ありました。私はずっとつながっていました。点滴って腕に針を刺すやつですよね。はい。薬や水分をゆっくり体に入れます。動きにくそうです。動きにくいです。トイレに行くときは台を押していきます。キャスターのついたやつ。そうです。それで点滴でよく使う言い方が2つあります。教えてください。1つ目が点滴が漏れる。針のところから外に出てしまうことです。それ痛いですか？腫れてジンジンします。気づいたらすぐ呼んでください。ジンジン、しびれるような痛みの音です。ズキズキ、より弱い感じです。オノマトペ、病院でも使うんですね。むしろ病院が一番使います。痛みを伝える言葉ですから。2つ目は何ですか？点滴が終わりましたです。袋が空になったら押して呼びます。自分で言うんですね。はい。看護師さんは何人も見ていますから教えると助かるんです。食事の話もしましょう。ここに面白い言葉があります。はい。手術の前後は何も食べられません。これを絶食と言います。絶食、立つ、食べる。その通りです。食べるのを断つ。水も飲めない日があります。辛そうです。辛いです。それでまた食べられるようになるとき、こう言われます。なんて言われるんですか？明日から食上げですね。食上げ、初めて聞きました。
私も初めてでした。食事の段階を上げるという意味です。段階があるんですか？あります。水だけ、次にスープ、次に柔らかいご飯と少しずつ戻します。急に普通のご飯じゃないんですね。ないです。だから食上げと聞くとすごく嬉しいんですよ。良くなってきた印ですもんね。そうなんです。ちなみに入院中の食事にはお金がかかります。別料金なんですか？はい。1食ごとに決まった額を払います。今は1食550円です。1日3食だと結構になりますね。なります。これも上限の外なので別に考えておくと安心です。収入が低い人は安くなるんですか？安くなります。これも申請が必要なので窓口で聞いてください。お見舞いはいつでも行けるんですか？いけません。面会には時間が決まっています。面会。会いに来ることです。お見舞いと似ていますが、面会は病院側の言い方です。使い分けがあるんですね。看板や紙には必ず面会と書いてあります。友達を呼んでも大丈夫ですか？病院によります。人数を決めているところも多いです。確認した方がいいですね。そうですね。それから夜には消灯があります。消灯、明かりを消す。そのままの意味です。9時とか10時に病棟の電気が消えます。早いですね。早いです。でも寝られないんですよ、これが。どうしてですか？音です。機械の音、人の声、いろいろ聞こえます。だから耳栓もいるんですね。いります。持ち物に足しておいてください。入院中って買い物はできるんですか？できます。売店がある病院が多いです。売店。売る店と書きます。駅にもありますよね。ありますね。何が売ってるんですか？タオル、飲み物、それから雑誌などです。値段は少し高めです。洗濯はどうするんですか？コインランドリーがある病院もあります。なければ家族に頼みます。家族がいない場合はだからさっきのパジャマのレンタルが効いてきます。つながりましたね。つながります。あと、同じ部屋の方との距離感も大事です。話しかけた方がいいんですか？無理に話さなくていいです。みんな体が辛いですから。でも挨拶はしますよね。します。よろしくお願いします。これだけで十分です。引っ越しの挨拶みたいですね。近いです。しばらく一緒に暮らす場所ですから。リハビリもあるんですか？あります。人によっては専門の方が来てくれます。どんなことをするんですか？歩く練習や体を伸ばす練習です。ゆっくり、少しずつです。きつくないんですか？きついです。でもここでもあの言葉を使ってください。我慢しないでですか？そうです。ちょっときついですと言っていいんです。ちょっとをつけると言いやすいですね。日本語らしい言い方です。強く言わずに、でも伝わります。夜眠れないときはどうするんですか？これも言っていいことです。眠れないんですと伝えます。夜中でもいいんですか？いいんです。夜も看護師さんはいます。それが仕事ですから。遠慮しちゃいそうです。わかります。でも眠れないと回復も遅くなります。だから伝えるんです。病院のご飯ってどうなんですか？正直に言うと味は薄いです。やっぱりでもこれには理由があります。塩を控えているんです。控える、少なくするですか？そうです。お酒を控える。甘いものを控える。日常でもよく使います。覚えやすいです。
それから食べられないものがある人は必ず先に伝えてください。アレルギーとかですね。それもですし、宗教で食べないものもありますよね。対応してもらえるんですか？できる範囲でしてもらえることが多いです。言い方はこうです。教えてください。食べられないものがあります。まずこれです。理由まで言わなくていいんですか？言いたければ言えばいいですし、言わなくても大丈夫です。それは助かります。あと、食べられたら看護師さんが喜びます。食べる量も記録されていますから、全部見られてるんですね。見てくれているという感じです。一人じゃないんだと思いました。入院中も検査はあるんですか？たくさんあります。むしろ検査の毎日でした。どんな検査ですか？レントゲン、エコー、それから血の検査です。エコーって超音波ですか？そうです。お腹にゼリーを塗って機械を当てます。冷たそうです。冷たいです。でも、温めてくれるところも多いですよ。検査の時何か言われますか？言われます。息を吸って止めてください。これはよく聞きます。息を吸って止めて。その後、はい、楽にしてくださいと言われます。楽にする、力を抜くってことですか？そうです。この2つを知っていれば、検査はだいぶ楽になります。言葉がわかると怖くないですね。それが今日一番伝えたいことです。一日の流れってどんな感じですか？言いますね。まず、6時に電気がつきます。早い。早いです。すぐ検温です。ももうです。7時半に朝ごはん。うちょうどいいですね。そうですね。その後、先生が回ってきます。回ってくる。順番に部屋を見ていくんです。これを回診と言います。配信、回る、見る。その通り。もう自分で読めますね。嬉しいです。昼ご飯が12時。午後は検査かリハビリです。結構埋まってますね。埋まってます。夕方にまた検温。また、またです。晩ご飯が6時。早っ。早いんです。そして9時に消灯。健康的すぎます。本当にそうです。退院してからその生活が続きませんでした。笑ってください。でも、あの規則正しさは体には良かったです。お風呂はどうするんですか？これがですね、許可がいるんです。シャワーに許可。はい。傷があると濡らしてはいけない時期があります。じゃあその間は温かいタオルで体を拭きます。これを静粛と言います。静式。これも初めてです。清らかに拭くと書きます。日常では絶対に使わない言葉です。でも病院では普通に言われるんですね。毎日言われます。だから今日知っておいてほしいんです。シャワーの許可はどう聞けばいいですか？シャワーはいつから入れますか？これで通じます。シンプルですね。シンプルでいいんです。長い文より短くはっきりの方が伝わります。ここからは手術の話に入ります。緊張します。私もしました。手術の前には必ず説明があります。先生からですか？先生からです。これを術前説明と言います。術前、手術の前。そうです。術後といえば手術の後です。この2つはセットで覚えてください。術前、術後。その説明の後、同意書に署名します。また同意書ですね。また出ます。ここで一つ大事なことを言わせてください。はい。
わからないまま署名しないでください。これだけは本当にお願いします。でも、その場で言いにくくないですか？言いにくいです。だから決まった言い方を用意しておきます。教えてください。日本語が不安なので通訳をお願いできますか？通訳、頼めるんですか？頼める病院が増えています。電話やタブレットで対応するところもあります。全部の病院じゃないんですね。残念ながら全部ではないです。でも聞くのは自由です。聞かないと、ないのと同じですもんね。その通りです。いい言葉ですね、それ。麻酔って怖くないですか？怖いですよね。でも言葉を知っていると少し落ち着きます。どんな言葉ですか？まず麻酔が効く。効くは薬が働くという意味です。聞く。聞くと同じ音ですね。同じ音です。漢字が違います。薬が効く。この形でよく使います。反対は何ですか？麻酔が切れるです。効果がなくなることです。切れる。電池が切れると同じですか？全く同じ感覚です。なくなるという意味の切れるです。太鼓が切れるも同じですね。そうです。一つ覚えるといろいろ使えます。麻酔が切れると痛いんですか？痛いです。でもそのための薬があります。痛み止めです。痛み止め。痛みを止める。そのままです。そしてここでもあの言葉が出ます。我慢しないで。そうです。痛み止めは我慢してから飲むより早めの方が効きます。そこでも効くが出てきますね。手術の日は朝から何も食べません。絶食ですね。覚えていましたね。そして時間になると呼ばれます。歩いていくんですか？歩ける人は歩きます。私は歩いて手術室まで行きました。不思議な感じですね。不思議でした。それで同じ部屋の人にこう言うんです。なんて？行ってきます。家を出る時のあれですか？同じです。でもこの場面で聞くと意味が変わります。帰ってくるが入ってますもんね。そこなんです。行って、そして来る。必ず戻る前提の挨拶です。みんな、なんて返すんですか？行ってらっしゃいです。それだけで少し強くなれます。毎日の挨拶なのに深いですね。さて、いよいよ最初に話したドレーンです。待ってました。英語のドレイン、排水するという言葉から来ています。台所の排水と同じ言葉ですか？同じです。体の中に溜まった液を外に出す管のことです。それがお腹に入ってるんですか？入っていました。管の先に透明な入れ物がついています。想像するとちょっと怖いです。怖いですよね。でもこれがあると回復が早いんです。そういうものなんですね。そういうものです。で、私が一番びっくりしたのは言い方でした。どんな言い方ですか？そろそろドレーン抜けそうですね。抜ける。抜くの自動詞です。歯が抜けると同じ形です。自動詞と他動詞。ここでも出るんですね。出ます。先生が抜く。管が抜ける。同じ出来事を2つの言い方で表します。抜けそうだともうすぐって感じですか？そうです。そしてこれを言われるとめちゃくちゃ嬉しいんです。退院が近づくからですか？それもありますし、体が動かせるようになりますから。手術の次の日に看護師さんが来てこう言いました。なんて言われたんですか？今日から歩きましょう。手術の次の日にですか？次の日です。私もと思いました。
寝てた方がいい気がします。そう思いますよね。でも今は早く起きる方がいいとされています。そうなんですか？はい。これを離床と言います。床を離れると書きます。離床、ベッドから離れる。そうです。この床は寝るところという意味です。床につくの床ですね。よく知っていますね。まさにその床です。最初は何歩くらい歩くんですか？私はベッドの周りを一周でした。それでもう汗だくです。日中で一周でです。でも次の日は廊下まで行けました。毎日ちょっとずつ。そうです。回復ってそういう積み重ねなんだと思いました。手術室でちょっと驚いたことがあります。何ですか？名前を何回も聞かれるんです。何回もですか？はい、部屋に入る前、ベッドに移る前、麻酔の前、毎回です。さっき言ったのにって思いませんでしたか？思いました。でもこれはとても大事な確認なんです。間違いを防ぐためですか？そうです。だから面倒がらずに毎回答えてください。何を聞かれるんですか？お名前をお願いしますと、生年月日をお願いしますです。生年月日、生まれた年、9月、日です。これは絶対に覚えておいてください。日本語で言えないと困りますね。困ります。病院では必ず日本語で聞かれますから。今日一番実用的かもしれません。地味ですけど本当に大事です。傷は後に残りますか？残ります。それを傷跡と言います。傷跡、跡は残るの跡ですね。その通りです。足跡の跡と同じ字です。だんだん薄くなるんですか？なります。時間はかかりますけど。シャワーはいつから入れたんですか？許可が出たのは思ったより早かったです。許可が出る。これも出るですね。よく気づきましたね。薬が出る、許可が出る、同じ形です。上の人が決めてこっちに来る感じですか？まさにその感覚です。日本語ではこの形がとても多いです。入院になりますも同じですね。つながりましたね。今日の一番最初に出てきた言い方です。術後の初日って何ができるんですか？ほとんどできません。起きられない。自分ではきついです。ベッドが動きます。ベッドが背中のガバが上がるんです。ボタンで動かします。便利ですね。便利です。でも笑うと痛いです。笑うとお腹に力が入りますから、くしゃみも咳も痛いです。それはつらい。辛いです。だから枕を抱えます。枕をお腹に当てて押さえると少し楽になるんです。知恵ですね。看護師さんに教えてもらいました。聞いてよかったですね。本当に聞かなかったらずっと痛いままでした。やっぱり聞くことですね。今日の答えはだいたいそこです。手術の後すぐ目が覚めるんですか？私の感覚では一瞬でした。一瞬。はい、数を数えている途中でもう終わっていました。怖いような、不思議なような。両方です。起きた時に最初に聞こえたのがこれでした。何ですか？終わりましたよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。手術でも言うんですね。言います。何かをやり終えた人に言う言葉ですから。寝ていただけなのに。そう思いますよね。でも体はずっと頑張っていますから。家族にはどこで説明があるんですか？手術が終わった後、別の部屋で先生から話があります。家族が来られないときは電話で説明してもらえることもあります。
これも事前に相談しておきます。事前に相談が今日のもう一つのキーワードですね。まさにそうです。よくまとめてくれました。傷はどうなるんですか？毎日先生が見に来ます。これを見ると言います。見ると見る、違うんですか？音は同じです。でも見るはお医者さんが調べる時の字です。診察の診ですね。そうです。よくつながりましたね。糸は取るんですか？取ります。それを抜歯と言います。糸を抜くと書きます。抜歯。読み方が難しいです。難しいです。抜き糸とは読みません。抜歯です。こういうのを聞いておかないと絶対わからないですね。そうなんです。あと、毎日一番聞く言葉があります。何ですか？経過です。経過は順調ですと言われます。経過。時間が過ぎることですよね。それもありますが、病院では体の変わり方のことです。順調はいい意味ですか？とてもいい意味です。予定通りうまくいっているという意味です。経過は順調ですって言われたら安心ですね。本当に安心します。この一言のために毎朝待っていました。さあ、いよいよ退院です。退院って自分で決められるんですか？基本は先生が決めます。でも相談はできます。例えば仕事の都合とか。そうです。いつ頃退院できそうですかと聞くと、見込みを教えてくれます。また見込みが出てきましたね。何度も出ます。それだけ日本語では便利な言葉です。退院の前に何かありますか？あります。退院指導です。指導、教えてもらうんですか？はい。家に帰ってから気をつけることを看護師さんが説明してくれます。例えばどんなことですか？お風呂のこと、食事のこと、それから重いものを持たないことなどです。メモした方がいいですね。した方がいいです。紙をくれることも多いので、必ずもらってください。お会計は退院の日ですか？そうです。退院の日にまとめて払います。現金ですか？カードが使える病院が増えました。でも、確認しておくと安心です。聞き方はありますか？お支払いはカードでもいいですかで通じます。その時、限度額の効果は出てるんですか？いい質問です。手続きが済んでいれば、その場で上限までになります。してなかったら、一旦全部払って、後で返してもらいます。時間はかかります。だから先に手続きなんですね。そういうことです。そして、領収書は絶対に捨てないでください。領収書。また書がついていますね。お金を受け取った証明の紙です。何に使うんですか？税金の手続きに使えることがあります。1年分まとめて出す仕組みです。じゃあ、家族の分も取っておくんですか？取っておいてください。封筒を一つ決めて、そこに入れるのがおすすめです。会社に出す紙もいりますよね。いります。診断書です。また書ですね。もう完璧に分かってきましたね。病名や休む期間を先生が書く紙です。これはただですか？ただではないです。お金がかかります。しかも保険は効きません。そうなんですか？そうなんです。病院ごとに金額が違います。頼み方はどう言えばいいですか？診断書をお願いしたいのですが、これで通じます。すぐもらえるんですか？かかります。1週間から2週間ぐらい見ておいてください。結構待つんですね。待ちます。だから退院の時に一緒に頼むのが賢いです。後で取りに行くのは大変ですもんね。大変です。
それと、どこに出す紙かを伝えてください。出す先で書く内容が変わるんですか？変わります。会社に出すもの、保険に出すもの、それぞれ様式が違います。先に言わないと書き直しになりますね。そうなります。しかも、もう一度お金がかかることもあります。ここで働いている方に大事な制度を紹介します。お金の制度ですか？休んでいる間の生活を助ける仕組みです。傷病手当金と言います。傷病手当金。傷と病気の手当のお金。木って読むと分かりやすいです。誰でももらえるんですか？条件があります。まず、仕事と関係ない病気や怪我であること。仕事中の怪我は別なんですか？別の制度になります。そこは分かれています。他の条件は、続けて3日休んで4日目からが対象になります。最初の3日は出ないんですね。出ないです。この3日を待機と言います。待つ期間と書きます。いくらぐらいもらえるんですか？だいたいいつものお給料の3分の2ぐらいです。全部じゃないけど、ゼロでもない。そこが大事です。ゼロだと思って諦める人が多いんです。知らないと申請もしないですもんね。そこなんです。期間も長くて、通算で1年6ヶ月まで受けられます。通算。全部を合わせて数えるという意味です。途中で働いた日は数えません。働いてみてダメだったら休める。そういう作りになっています。無理に戻らなくていいんです。長く入院すると毎月上限まで払うことになりますよね。鋭いです。そこにも助けがあります。どんな助けですか？何ヶ月も続くと途中から上限がもっと下がります。自動で下がるんですか？大体は自動です。ただ心配なら窓口で確認してください。今日窓口で確認が何回も出てきますね。それが一番強い方法だからです。制度は変わりますが、窓口はいつもあります。なるほど。それと自分で入っている保険があれば、そちらにも連絡してください。会社の保険とは別のですか？別です。自分で申し込んだものです。入院1日いくらという形が多いです。これも診断書がいるんですか？いることが多いです。だから退院の時にまとめて頼むんです。さっきの話につながりました。つながりましたね。入院は言葉と紙で乗り切る面があります。退院の日に次の予約もするんですか？します。次の受診の日を決めます。受診、診察を受ける。その通りです。受ける、見る、2つ合わせて受診です。漢字がわかると意味も見えますね。それが日本語の強みです。それから薬も出ます。薬が出るって言うんですね。言います。処方されるという意味です。とても自然な言い方です。その時、お薬手帳っているんですか？あると助かります。今まで飲んだ薬が全部書いてありますから。持っていない人はどうするんですか？薬局でもらえます。無料です。次に薬をもらうときに言ってみてください。アプリのもありますよね。あります。使いやすい方で大丈夫です。大事なのは記録が残ることです。お世話になった人には何か言いますか？言います。退院の日に看護師さんに挨拶しました。なんて言ったんですか？お世話になりました。これが一番自然です。お世話になりました。引っ越しでも退職でも使います。とても便利な挨拶です。物を渡した方がいいんですか？いらないです。というより、受け取れない病院がほとんどです。そうなんですか？
決まりで断られます。だから言葉だけで十分なんです。それなら気が楽です。楽です。それと、お見舞いに来てくれた人へのお返しはあります。お返し。はい。回帰祝いと言います。元気になったお祝いという意味です。お祝いを返すんですね。そうです。前回の話と少しつながりましたね。気は心ですね。覚えていましたね。まさにそれです。退院したらすぐ元通りになりますか？ならないです。私もしばらく体力が戻りませんでした。どのくらいですか？駅の階段で息が切れて、そこで初めて気づきました。息が切れる。また切れるです。息がなくなるという感じですね。麻酔が切れると同じ形ですね。つながりましたね。一つの動詞でこんなに広がります。焦らない方がいいんですね。焦らないでください。周りは思ったより待ってくれます。自分だけが焦ってるのかもしれませんね。そうなんですよ。私もそこに気づくまで時間がかかりました。退院したらもう終わりですか？終わりじゃないです。しばらく通います。これを通院と言います。入院の反対の言葉みたいですね。近いです。入る、退く、通う。3つセットで覚えると強いです。入院、退院、通院。完璧です。それで次に来るのが職場復帰です。復帰。元の場所に戻ることです。スポーツでもよく使います。すぐフルタイムに戻るんですか？戻らなくていいです。短い時間から始める方法もあります。会社にどう言えばいいですか？医師からしばらく無理をしないようにと言われています。先生の言葉として伝えるんですね。そこがポイントです。自分の希望より伝わりやすくなります。言いにくいことを言いやすくする形ですね。まさにそうです。日本語にはそういう形がたくさんあります。では、今日出てきた言葉をさっと確認しましょう。はい。入る、退く、通う。入院、退院、通院。いいですね。次、実然と。術後。そうです。麻酔が効く。そして切れる。完璧です。じゃあ我慢は？耳。そこが今日一番大事です。わからない紙は？署名しない。そうです。困ったら。窓口で聞く。素晴らしいです。全部つながりましたね。今日は自信がつきました。その調子です。あとは使わずに済むのが一番ですね。では今日の言葉を整理してみましょう。はい。入院中に私が一番嬉しかった一言があります。経過は順調ですか？それも近いです。でももっと強い言い方があります。何ですか？峠を越す。峠、山の道の一番高いところですよね。そうです。そこを越えるとあとは下りです。つまり一番辛いところが終わったということですか？その通りです。もう一度言いますね。峠を越す。峠を越す。使い方はこうです。山場は越えましたとも言います。病気以外にも使えますか？使えます。仕事が忙しい時期でも今週で峠を越しますと言えます。それ明日から使えます。使ってみてください。それから台風にも使えます。峠を越しましたとニュースで言いますね。聞いたことありますよね。同じ言葉です。では声に出して練習しましょう。3回言いますか？はい、いきますよ。3、2、1。峠を越す。峠を越す。
もう一回一緒に。峠を越す。言えました。今日は入院の言葉を見てきました。知らない言葉ばかりでした。私もそうでした。でも知っていれば少し落ち着けます。使わないのが一番ですけどね。本当にそうです。使わずに済むのが一番いいです。でも備えておくと安心ですね。その通りです。今日の言葉、覚えておいてください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。